まあこれがセールっていうまあウィンドサーフィンのメインとなるもので、まあこれと、まあ、これを組み立てるものがいくつか入ってて、で僕が結構トリップどこに行くとトリップで愛用してるのはこの防水バッグなんですけど、中にウェットスーツとか入れられるし、防水なんで中に入れるのも外から水をブロックするのもできるんで、すごいどこ行くにも絶対愛用してて、でこれがなんかボクシングチャンピオンベルトみたいなんですけど、これを腰に巻いて海に出るので、これは重さ2キロくらいかな。であとここに入ってるのはブームって言って握るものなんですけど、握るものが入ってます。結構どこに行くにも絶対ウィンドサーフィン怪我すると危ないんで、この救急セットが入ってて、いろいろメモエって言って僕が一番傷でお気に入りなものが入ったり、まあ、あとはこの日光板って言って水に強いその絆創膏だったりとか、そうだと傷パワーパッドとかガーゼとか、おなじみのこれですね、ヒアロンあとまあこれの椅子なんかキャンプ用とかの椅子なんですけど、ここがメッシュの生地になってて、ウェットスーツとかで濡れた人がこのまま座ってもこのメッシュだから濡れないんですよ。日本国内のトリップで持って行ってます。であとはこの椅子なんですよ。これを例えばしまう時は小さいままで広げると椅子にもなるし、ボードを置いたりとかすることもできるんで何でもなるんで、すごいこれも絶対とか遠征行く時は持って行ってます。で車の中はこんな感じですね。まあ僕の一日としては、朝7時に起きます。でまあその後朝ごはん食べて、でまあウィンドしてから学校行く日もあれば、もう一日学校とかっていうのもあって、まあ基本的にウィンドしてから学校って行く日が多くて、で帰ってきて、まあウィンドして、でその後に道具の片付けとか着替えたりとかちょっとした自由時間で、その後トレーニングジムに行って、それこそウィンドで疲れた日は次の日筋肉痛がひどくならないようになんかストレッチとか筋肉量バランスうまくとって、で帰ってきて夜ご飯食べて、その後は自由時間で、まあ、本読んだり YouTube 見たりとかして、なんだかんだ言って11時までゴロゴロして、そこから寝て、まあ、しっかり8時間睡眠とって、でまた次の日が始まるって感じです。ここは僕の家になります。この家は生まれる前からずっとあって、おじいちゃん、お父さんの家なんですけど、あとここも結構古い家だから、もう床とかもほんとちゃって大変なんですよ。ここがお部屋になります。全然綺麗にしないですけどでここはまあいろいろ子供の頃からずーっと取ってきた成績だとかそういうもので、これだし、この上猫が倒しちゃって壊れちゃったんですけど、本当はこれついてたんですけど、これが1位のやつで、小1の時に撮ったやつで、その次半年後に撮ったやつがこのやつで、これなんかすごいかっこよくて、これはもう超嬉しかったですね。子供の時は一番大切にして、でこれがこの間のハワイの大会で優勝したやつで、ベンツがメインスポンサーの大会でやってて、なんかこれが海外で初優勝した時に2018年去年のやつで、スペインのカナリア諸島のテネリフェ島っていうところであって、で初優勝したトロフィー、これもすごい達成感ありました。こんな感じですまあたまたまここだけなんですけど、もうあと2つ持ってるんですよね。そうもう何個かは他のところに置いてある。でここからカシャって取って、ここにもサングラスケースがあるんで、ここから取ってこのように持っていくみたいな。お風呂から上がってきてタオル巻いたまま、ここで化粧水つけて、でここで保湿クリームつけて、でヘアオイルやって、ここで着替えるみたいな。使ってない綺麗な商品みたいな取ってあるんですよね。いやそれこそなんか
海とかだと1日2回とか入ったりとかするから日焼け止め使う頻度がすごい多くて、これなんかすっごい栄養してるんですけどすぐなくなっちゃって、これはなんか僕顔で結構すごい愛用してて、なんかインタビューとかそれ以外でもこれからやっていきたいこととか話すときにどういうのがいいんだろうって勉強したくなって、ただこれ全部2回ずつしか読んでないんですけど、とりあえずここの段に入る分だけは読もうかなと。いろんな人がいるのやっぱ本読んどけみたいな。これはバーンド・ロディガってハワイの選手なんですけど、僕が小学校2年生の時とかに書いてもらったやつで、結構その時ずっと憧れた選手なんで飾ってあります。そうです、この年頃になるとねまああと結構好きなブランドがバンズのこのパーカーで結構可愛いんですよねもう多分ほぼパーカーっすね。これなんかこれ友達がもらったやつなんですよ。結構、まあ、俺の中で派手な方だなと思ってなんかクリスマスっぽくないですかね。黒好きですね、やっぱ服とかだと。競技の時もほぼ黒白。海外に行く時は着てくるんですけど、これポンチョって言ってこれ上から着てこの中でウェットスーツとか着替えられるんですよ。でこれタオル生地になってて、なんか水とかも拭き取ってくれるし、すごいこれ愛用してる。小学校3年生ぐらいからずっと使ってるから、小学校3年生ぐらいもうこんなだったんですよ。小学校3年生下ついちゃうけど最近もうちょうどよくなってきてサイズ的にはあるんですけど、トリップも行く時なんか持ってってますね。これめっちゃちっちゃいじゃないですか今。でもこうやって広げてこれ下にすると、でこれ74リッターなんで結構どこにでも持っていける。であとまあこれはこの中に着たやつとか下着とかを入れて一緒にくるくるくるってまとめてこの中に入れていくとかそういうね、結構濡れた下着とかをこの中に入れて運んでます。いつもこのカバンですね大体。まあこれ結構ちっちゃくないじゃないですか。でもこうやって裏返してあげると大きくなって、これ首にクッションね巻くやつとか、あとずっと12時間とか座ってるとお尻痛くなってくるじゃないですか。それの時にお尻に引いて座ってあげるとすごい柔らかいんですよね。だからお尻も全然痛まないし、まああとは基本このポーズですね。この中には結構この USB ポート6つくらいあるやつがこういった時に携帯の充電とか1箇所のコンセントで6つくらいいけるんで、携帯 iPad、モバイルバッテリーとかイヤホンの充電だとか結構いろんな充電器がさせるやつなんですごい便利です。僕モバイルバッテリーをとりあえず2つ持ってて、これ結構、ちっちゃい小柄のやつで、これが結構僕の中で一番のお気に入りのモバイルバッテリーで、これ広げてあげるとソーラーで日光で充電できるから、もし充電がなくなった時とか災害の時とかに外に置いてこうやって緑のマークが光って充電してくれるんですよ。あとこれが結構愛用してます。これなんかも SD カードのやつになってるんで、これで撮ってくれた動画を取り込んでこの携帯で編集とかできるで、なんでこれも絶対持ってってますね。結構自分で動画編集とかしてます。ほぼ自分で編集してます。あとこのリップクリーム、これバニラ味で鼻
ハワイでしか売ってないんですけど、ジョンマスターバニラ味ハワイに行ったらぜひ。まああと持ち歩く本なんかはこういう伝え方が9割だとか、こんなものばっかりですね。大体2冊持っていきます。これなんか僕よく使ってますね。この携帯の防水ケースなんですけど、ほぼ海行く時なんかはそういうジャケットに携帯入れて、なんかそうなんですね、落ちる時と落ちない時なんです。なんか種目によって変えるから、落ちない系の種目の時は入れて、それこそたまに音楽聴きながら運動したりとか結構してます。そうですね、なんか風向きにもよるんですけど、普通に電話かかって出る時もあるの。そうですね、はい、なんか LINE 来たわみたいな見たりとかするんですよね。これなんか雑誌に載ったやつなんですけど、これスペインに行った時のもので、こっちも載ってるわ。これなんかも、これは去年の3月に行われた、日本で行われた世界大会のやつなんですけど、こうやって大きく取り上げてくれる。